はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2月24日乙女座満月から3月10日魚座新月までの2週間をタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。早速いきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。戦車、ワールド逆、ワンド3逆、ワンド4、ソードキング逆、フール逆、ペンタクルス8逆、気をつけることや対策はペンタクルスエースとお月さんの逆とオラクルはデビル逆ということで、今どうですか、人間関係。ちょうどこの2月のね中旬ぐらいから冥王星も火星も金星もパートナーシップっていうところに入ってきているので、かなり人間関係において強調されてるんですね。で、強調されるっていうのは本当に良くも悪くもどっちにも使えるんです。自分の意識次第で、もしくは今の現状に対してどうしたいかっていうふうにすごく使えるんですけど、一番人間関係に何かしらがあるんで、ここのオラクルがこれが出るっていうことは、その誰かに対してのこだわりがなくなったとか、捨てるとか、もう関係やめるとか、もしくは自分がとらわれていた誰かに対しての思いっていうものを外せるっていうふうに出てますね。どちらにしてもこれはコンプレックスとかちょっとネガティブな要素のものをネガティブな習慣もそうですし、なんか外せますよっていうふうに出てるので、これ外せたらかなりすっきりするなって感じがしてますね。はい、なのでまず一つ、星のメッセージとしては、そういう人間関係に関して何か感じていることがあるとしたら、特に今はね、この2週間っていうのはその他者の目っていうものをすごく気にしやすい時なので、すごく必要以上に気を使いすぎたりとか、顔色を伺いすぎて疲れたみたいになりやすいので、いやいや自分自身にその価値があるんだよっていうことを思い出してもらって、今の自分にぴったりの関係性を作っていける、そのための変化なんだっていうふうに思って過ごしてみてください。で、カードで見たところ入り口が戦車なので、非常にやる気がある、よし頑張るぞみたいな感じで、この頑張りっていうのはなんか自分のエゴのためではなく、誰かのために頑張るとか、自分のこの能力っていうのはやっぱり誰かに生かすことによって消化するみたいな、そんな感じなのかな。とてもいいエネルギーです。なんか人のために尽くすぞとか、一肌脱ぐわみたいな、そんな感じかもしれませんね。いい感じですね。そして少し前にちょっと明るい未来が見えたというかね、今年はこんな風になっていくんだなみたいな、そういう明るい未来が見えて、いい感じなのかもしれません。で、今もとてもいい感じですね。人間関係どうですか？なんかいい感じですか？今いい感じっていうことは、本当にそれは素晴らしい自分の努力の結果っていう感じがします。誰だってね、どんなに仲いい人だって、どんなにソウルメイトだと思う人だったとしても 100% 自分の都合のいいように動くわけではないので、お互いにいいところを引き出し合いながら関係性って作っていくと思うんですけども、その中で今こういういい関係を作れてるよっていう方は、本当に素晴らしく自分が皆さんが努力したんだろうなと思いますし、もし今いやそうでもないですっていう方は、こういう関係になるために今調整しているっていう感じでしょうね。でもちょっと振り返ってみたらいらっしゃるんじゃないですかね。こういうお互いをよく知っていて、そんなに気を使いすぎずいい関係でいられる人っていうのはいるんじゃないでしょうか。お友達でもパートナーでも家族でもね。そしてちょっと後にしようかな。そしてソードのキング逆がですね、どうしてもやっぱり自分はちゃんとできてるのかとか、本当にこれでいいのかっていうと厳しい目で自分を見てしまう癖があるかもしれませんね。で、この厳しい目で自分を見ていると、どうしても厳しい目で他者を見てしまうっていうのがあるので、今自分自身の在り方も自分でもう少し緩やかに、そして他者に対しても緩やかにっていう流れなんでしょうね。でも何か気になることがあるのかもしれませんね。ただその後フールの逆が出てるので、悩みとしてとらわれてるわけじゃないんです。いいやみたいななるようになるかみたいな感じで、すごく
開放的な感じです、これは。でその後やるべきことを自分はコツコツやっていこうって、他者にどう思われようと関係なく自分のために自分への努力をコツコツやっていこうみたいな感じが出ています。とてもいいですね。ちょっと見てみようかな。まずこのソードのキングなんでしょうね。そうか、これストレングスというカードなんですけど、やっぱね、獅子座の皆さんって本当に愛を持って誰かのためにいただったらものすごい力を発揮するんですよね。なので今ここでも出てましたけど、何か自分の力とか自分の特技っていうのを誰かのために使おうかなみたいな、すごくいいバイタリティっていうものが湧いてきてる、特にこの人との関係を通してっていう時に、やっぱりすごい本当にやってあげたいみたいなね、すごくいいエネルギー湧いてきてるんですけど、そのことを自分でジャッジしてるっていうふうに思いました。なんかこんな風に熱すぎるかな私とかね思ってたりとかして、熱い人好きですけどね、よくないですか、そんなこうクールもまあかっこいいけど、熱い人ってなかなかね、今の時代いいと思いますよ。熱くあってください、ぜひ。それを自分で否定する必要は全くないです。そしてそうですね、一夜にして何かを作り上げるわけではないので、関係性もね、やはりゆっくりと時間をかけて育てていくのであれば、今この流れに乗っていこうみたいな、ものすごくいいいい意味で少し肩の力を抜いて進んでいける感じがすごくありますね。なんか余裕な感じがしますね。どうですか？余裕じゃないですって言う人もいっぱいいるかもしれないけど、ただ星の流れや本来の獅子座さんの気質でいくと、今すごく誰かのために何かをしてあげるみたいなエネルギーがすごく強くて、その無限の力っていうのは本当にふんだんに使える。でもそれをあんまり出しすぎて嫌がられたら嫌だなとかっていうところで、いい意味での気遣いで遠慮したりとかしてることあるのかなと思うけど、めちゃくちゃ頑張って走っていくってしなくても、この流れに乗っていけば大丈夫かなみたいに、ちょっと肩の力が抜けてる。そして自分がやるべきことをやっていこうっていうふうに出てます。ちょっとこのね、ワールド逆っていうのも気になるよね。ここでも出ました、ワンド4。そうか、これとこれ出た同じカードなんですけど、ワンド4っていうのは本当にほのぼのした温かい田舎町みたいな感じの、そこでの結婚式ですかみたいな、もうとってもいい人間関係がある、落ち着いた田園風景の穏やかな街並みの中の穏やかな2人みたいな感じのカードなんですけれども、これが出てる時っていうのは本当に心配事がなくて誰かといい関係を結んでいるみたいな時なんですね。でなので、もしかして獅子座の皆さんこう誰かのために何かをしてあげたいという思いがものすごく今強くなっている時に、自分がその相手の人の世界の中で大事な人として存在しているのかなっていうことを疑っているのかもしれませんね。ここでもこの自分があまりいろいろやってあげることうざがられたら嫌だなとか、そんなに熱くなっちゃダメだ自分はみたいに自分で自分のことをジャッジしてる感じがあるので、なんとなく自分の本当の価値を見てないって感じがしたんですよ。もう本当は誰かのために何かしてあげるとか、もう本当に素晴らしい愛のエネルギーがあるのに、それをそこまで全開にしたら人は嫌がるみたいな感じで抑えていたり、自分の価値っていうものをまるで自分の価値が透けて見えてるような感じ、他者の世界の中ではって思ってるのかなと思うけど、いやいや、めちゃくちゃ重宝がられてますよ。その自分の存在や自分の在り方や考えもね。なのでこれ自信を持ってほしいなと思いました。なのでこの2週間の中で得られることっていうのは、やはりふんだんに愛を感じてほしいっていうことですね。これは他者から届くっていうのもあるんですよ。見えないところから届く、もしくは先祖から届くとか、親から引き継いできたものがやっと今気づくとか、そういうのもあるんですけど、なのでとてもいいものを自分の中で感じられると思います。価値、自分の不動の価値、そして心配事は消えていくっていうか晴れていくっていうふうに出てますので、それは受け取るもそうですし、受け取ってるなら自分も誰かにっていうのも可能ですしね。なのでこの2週間で本当に現実は非常にいい。なので自分が勝手に自分にかけていた呪縛やこだわりや思い込みの思いから
やっと解放されるっていうのはあるかもしれないですね。どんな思い込みがあったんでしょうね。よかったらコメントで教えていただけると嬉しいです。そして、なのでこの例えばこの流れをビジネスに例えて言うならば、仕事頑張るぞってっていう思いがあって、で実際の職場の中では人間関係比較的いい。でも自分が本当にこの職場に役に立ってるのかどうか疑いだけど、今できることはこれだからといってコツコツとやっている。そして自分はどんな風に評価されているのかっていうのは自分では分からないけれども、会社の中や状況の中では非常に人に受け入れられてますよと。今の経験っていうのは自分の中での誇りに思える部分ですよっていうふうに出ているので、何かの心配事から解放されるっていうのが一番なんでしょうね。ちょっと一応でもセルフセラピーカードで見てみますね。これかな。役割から解放されるんですって。よかったですね。役割って、いい意味もあるけど、大抵は社会に向けてこういう面を見せておこうみたいな役割じゃないですか。お母さんという役割だったり、会社の中の上司という役割だったり、いろんなね、そこから解放されて本当の自分でやっていくってことですもんね。選んでくださいと、ご自身でチョイスするだけのチャンスがあるってことですもんね。この2週間得られるものはフロー、流れがあります。いい流れです。これもいい流れです。誰かと一緒に行ってます。そして最後は神の子というカードが出ました。自分では何かの思いにとらわれたり、寒い冬の中で一生懸命頑張ってきたっていうところから、本当に暖かな春の世界に行くことができるよって。それは自分の選択だし、自分が勝手に自分に課していた課題や義務っていうものを解放されて、自分の選択で流れていくんだよって言われています。よかったですね。ということでここまでにしておきたいと思います。もし何かしら良かったよっていう方はぜひいいねボタンやチャンネル登録とかコメントで教えていただけると嬉しいです。それとちょっとお知らせなんですが、4月からですねまた個人鑑定を再開しようかなと思っています。ただ枠がどうしても少なくなってしまうので、メンバーシップの方にまず優先的にご案内するという形になります。もしご興味ある方はぜひ概要欄からメンバーシップのね詳細をご覧いただけると嬉しいです。そしてまたこういったお知らせは LINE でお届けしていますので、もしまだ LINE 登録してなかったという方はですね無料の登録でいろいろ遊べたりとかメッセージももらえたりするのでご登録お待ちしております。ということで今回もありがとうございました。ぜひいい解放の2週間になりますように楽しんでください。ありがとうございました。失礼します。